変えたいことがある。でもなかなか変えることができない。変わりたいと思う。でもなかなか変わらない。こうすればいい、ああすればいいと頭では分かっている。本も読んでいるし、YouTube も見ている。ノートにも書いた。アファメーションもした。目標も立てた。よし、やるぞ、頑張るぞ、と何度も心に決めている。でも気づいたらいつもの自分に戻っている。同じ思考、同じ比較、同じ自己否定、また同じ現実を繰り返している。そして最後にいつもこう思う。私ってなんて意志が弱いんだろう。これってやっぱり生まれ持った性格なのかな。本気じゃないからかな。何が足りないんだろう。どうしたらいいんだろう。しかもよく言われますよね。変えられないのは決めてないからだ。腹が決まってないからだ。覚悟が足りないからだ。行動していないからだ。イメージが足りないからだ。さあ今日ははっきりと言います。あなたが変われないのは意志が弱いからではありません。生まれつきだからでもない。性格だからでもない。ましてや行動する努力が足りないからでもありません。それはあなたの中の古い自動プログラムが自分を動かしているから。ということで今日は変わりたいのに変われない人がまず最初にどこを見ていけばいいのか、そしてなぜ努力しても変えることができないのか、この根本についてお話をしていきます。まず変われないのではなく戻っているだけである。ここが最初の転換点です。多くの人は変われないと思っています。変えることができていない。でも今日最初に認識を変えていきましょう。あなたは変われないのではありません。ただ慣れた状態、慣れた自分に戻っているだけのこと。ここ本当にめっちゃ大事です。もう一度言いますよ。慣れた自分に帰っているだけのこと。変われないんじゃない。ちゃんと動こうとしているし、変わろうとしている。だけど、慣れた場所に引き戻されているだけなんです。多くの人はこう考えています。変わるには新しい知識を入れなければ、もっと行動しなければ、もっと努力しなければ、もっと自信をつけなければ、もっとポジティブにならなければ。でも実際にそれでは根本を変えることはできません。なぜか、人は知識で生きているわけではありません。行動しようと思って行動できるわけでもありません。ましてや、変わろうと思って変えられるわけではない。人は慣れた自動プログラムに従って生きています。いつもの不安、いつもの思考、いつもの自己否定、いつもの遠慮、いつもの我慢、いつもの比較、いつもの私なんて。断言します。これは性格ではありません。あなたの中で何度も何度も繰り返してきた自動プログラムです。変われない時に起きていることは行動できないことではありません。古い自分の状態に引き戻されている。ただそれだけです。さあ、ここから大切な話をします。私たちは現実をそのまま見ているようで実は見ていません。私たちはいつも自分の中にある前提を通して現実を見ている。同じ出来事が起きても人によって全然反応が違います。例えば、メッセージや LINE を既読スルーされたとしましょう。こんな時ある人は今はちょっと忙しいのかなと思います。でもある人は、もしかしてよく思われてないのかもしれないと思う。また別の人は、なんか失礼なこと書いてしまったかなと思ったり、あるいは、私は人から大事にされない人と感じるかもしれない。起きた出来事は同じです。ただ、その出来事をどんな前提で見ているのか、この前提が違うだけ。大事なのはここ、前提なんです。例えば人はみんな優しい。自分は本当に人に愛されている。私は大切にされる人間だ。そんな前提で生きている人は、返信が来ないことと自分の価値がないということは結びつきません。ですが、自分はダメな人だ。後回しにされる人間だ。大事にされない人だ。という前提があると、同じ出来事を見たとしても、そこに痛みが反応します。そして私たちは思うんです。やっぱりよく思われてないのかもしれない。やっぱり私はダメな人なのかもしれない。私は選ばれない。私はうまくいかない。私は人付き合いが苦手だ。これは現実がそう証明したのではありません。あなたの中にあった前提が、その現実に勝手に意味をつけただけのこと。心理学にとても有名な実験があります。同じアメフトの試合映像を対立する2つの大学生に見せました。ここで面白いのは、全員が同じ映像、同じ試合を見ているのに、こちらの大学の学生は相手チームの違反が多かったと判断し、こちら側のチームもまた相手チームの違反が多かったと判断した。私たちは現実をそのまま見ているのではありません。自分の前提、自分の中にあるフィルターを通して目の前の現実を見ている。同じ出来事だとしても、私は攻撃されるという前提で見ると攻撃に見えます。私は大切にされない、私はダメな人という前提で見れば無視されたと見える。どうせ選ばれないという前提で見れば全てがその証拠に感じてしまうでしょう。これが前提の力、フィルターの力です。
ですから変わりたいのに変われない。変えたいことがあるのになかなか変えることができない。こういう時最初に見るべきものは行動しているかどうかではありません。目標でもないやる気でもないポジティブ思考でもありません。最初に見るべきところは自分がどんな前提で現実を見ているのか。ここなんです。では、あなたが今とあることで不安になるとしましょう。例えば、人前に出ようとすると怖くなる。発信しようとすると手が止まる。お金を受け取ろうとすると申し訳なくなる。本音を言おうとすると喉が詰まる。目立とうとすると体が縮こまり逃げたくなってしまう。これはあなたが弱いからではありません。性格でも人格でもありません。過去のどこかでこうすると危ない。こうすると傷つく。こうすると嫌われる。こうすると失敗する。そう学んだ過去のあなたがあなたの中にいる。そしてその過去のあなたが今のあなたを守ろうとして前提を作ります。ですからあなたが変わろうとした瞬間に古い自分がこう言うんです。それは危ないよ。こんなことしたら危険だからやめておこう。今まで通りがいいよ。目立たない方がいい。言わない方がいい。変わらない方が安全。これが変化のブレーキの正体です。ですがここで聞いてほしいんです。このブレーキはあなたの敵ではありません。あなたを止めたいんじゃない。あなたの人生の足を引っ張りたいわけでもありません。あなたを守ろうとしてきた心の仕組みが働いているだけ。ただ問題はここにあります。過去のあなたが作った安全な生き方は今のあなたの未来や可能性を止めてしまうということ。今あなたを動かしているのは今のあなたではありません。今のあなたではなく、今のあなたの思考ではなく、過去のあなたが作った前提の自動プログラムです。過去のあなたの経験が作った前提。この前提は今のあなたには必要ありません。ここに気づくと全ての物語がパタパタと変わっていくのです。ここで今回覚えてほしいことがあります。人は望み通りではなく前提通りに生きているということ。もう一度言いますよ。人は望み通りではなく前提通りに生きていいですか？こうありたい、こうなりたい、こういうことができるようになりたい。そんな望み通りに生きているのではなく、自分の前提、自分にはこれができない、自分はこれが苦手だ、世の中はこういうものだ、人とはこういうものだ、コミュニケーションとはこういうものだ、こういった前提通りに生きているということ。これ本当に大事なところです。人はこうなりたい、こうしていくんだ、これを現実化しているわけではないということ。意思や思考を現実化しているのではなく、自分の内側にある前提を現実化しているということ。例えば、愛し愛される温かな関係を築きたいと思っていても、内側で私はどうせ大切にされない、どうせ愛されていないと前提があったら、その前提で人を見ます。その前提で言葉を受け取り、その前提で行動します。うまくいかせたい、成功したいと思っていても、私はまだまだな人間だ、私はまだまだ受け取るに値しないと感じていたら、チャンスが来ても動きが止まります。発信しようとしても行動できない。何かアドバイスをもらっても受け取ることができない。ですから、変えたいことがあるなら、自分は何を望んでいるのかだけでは足りないんです。それ以上に、自分は何を当たり前だと思っているのか、どんな自分を信じているのか、どんな前提で現実を見て、どんな前提で物事を捉え、どんな前提で行動しているのか、ここが大事なんです。私はできないという前提があると、できる証拠よりもできない証拠を集めます。私は愛されていないという前提があると、愛されている証拠よりも大切にされていないという証拠を選んでしまう。そして、この状況を教えてくれる素晴らしい一言があります。この一言を知っていると、あなたは自分の前提をチェックすることができる。その一言とは、やっぱりねです。このやっぱりという言葉には、前提が含まれています。ほらね、やっぱりダメだった。こう感じた時には、どうせダメだろう。きっとダメに違いない。私はいつもうまくいかない。こういった前提が隠れている。やっぱり怒られた。やっぱり受け入れられなかった。やっぱり否定された。この言葉が浮かぶその奥の奥には、自分は否定される。自分は怒られる。自分は受け入れてもらえない。この前提が潜んでいます。ですから、やっぱりという言葉が浮かぶということは、想像通り、自分の前提通りそうなったという現実を作っているのだと、ここに気づいてください。あなたの前提がこのやっぱりという言葉の裏に隠れています。ということで今、自分に問いかけてみてください。あなたはどんな現実を当たり前だと思っていますか？やっぱり自分は継続ができない人だ。やっぱり自分は選ばれない人だ。やっぱり自分は愛されない人だ。やっぱり自分はうまくいかない人だ。やっぱり私は恋愛がうまくいかない。やっぱり目立ったら叩かれる。このやっぱりの奥に前提が隠れています。
あなたはどんな自分に慣れすぎているでしょうか？自信がない自分、我慢する自分、遠慮する自分、言いたいことを飲み込む自分、継続できない自分、不安を感じる自分、頑張っても報われない自分、自分がどんな人だという前提を握っているのでしょうか？ここを見ないまま一生懸命行動を変えようとしても、変わりたいと思っても、また同じところに戻ってきます。変えようと意識するところは自分や行動ではなく前提です。もし変えたいことがあるのなら、どうしたら頑張れるか、どうしたら行動できるか、ここではなく、まず最初に自分にはどんな前提があるのか、どんな前提で現実を見ているのか、ここに注目してください。自分を変えようと頑張らなくていいんです。行動できない自分を責めなくていい。自分をダメだと思わなくてもいい。まず、どんな前提が自分を動かしているのか。ここをただただ見ていくだけ。自分はできない人だ。私はまだまだな人だ。私は足りてない。私は愛されない。私は大事にされない。受け取ることができない。自分で決めているこの前提が、無意識の前提があなたを守り、そして止めている。古い前提を持ったままどれだけ行動しようと思っても、どれだけ学んでも、どれだけ願っても、必ずブレーキがかかります。変化を起こすとは、別人になることではありません。古い前提から自由になり、本来の自分に戻っていくこと。ここを間違えないでください。自分を否定し変える必要はないのです。ではここから実践することを3つお渡しします。まず1つ目、変えたいことが出てきたとき、その瞬間の内側の声を見てください。自分には無理だ。私にはその才能がない。どうせこうなる。そんなネガティブな声が内側で起こったとしたら、この声を責めるのではなく、観察するんです。ああ、今古い自分が出てきてるな。これは本当の私ではなく、過去の反応なんだな。そうやって見ていく。内側から出てくるネガティブな声は、自分の内側にある古い前提を教えてくれます。ですから、ネガティブな感情が出てきた時ほど、その声に飲まれないでください。その感情に流されず、その声に嘆かないでください。ただただ、なんか自分の古い前提が動いているんだな。そう捉えてみてください。そして2つ目、やっぱりの後に続く言葉を探してみる。やっぱり私はこんな人だ。やっぱり人生はこうである。やっぱり人は、やっぱりお金は、やっぱり現実はうまくいかない。このやっぱりの後にどんな言葉が含まれているのか、ここに無意識の前提が必ず現れています。一つでもいい、自分のやっぱりの後ろに何が続くのか、これをノートに書いてみてください。ここにあなたの前提が隠れている。そして3つ目、新しい前提を未来の自分から借りてくること。これが一番大事です。前提は現実が変わった、自分が変えることができたから前提が変わるというものではありません。先にこんな自分になりたいならその自分の前提を入れること。こんな未来を作りたいならその作りたい未来の前提を自分に入れること。ここがポイントになるんです。ですが、頭で考えたものは大抵ずれてます。どんな前提を入れればいいのか、それは未来の自分が知っています。もうすでにうまくいっている。もうすでにやりたいことをやっている。もうすでにありたい自分で生きている私は、どんな前提に変わったのだろうか。どんな前提を信じているのだろうか。本来の自分に帰って自由に自分らしく生きている自分はどんな前提を持っているんだろうか。未来の自分、本来の自分はどうなんだろう。ここにちょっと意識を向けてみること。そして、もし今の自分が本来の自分だとしたら、もし今の自分が自由に生きているとしたら、もし今の自分が自由な未来の自分だとしたら、どんな前提を持っているだろうか。この問いかけをしてみること。これを繰り返していると、内側から答えが出てくるようになります。ここで出てきた前提を自分に落とし込んでいく。これが現実創造の入り口です。大事なのは、今の自分の不安や焦りから前提を探さないこと。今の自分の怖さから、どうせ無理、まだ早い、私にはできないと決めつけていかないこと。こんな思考が生まれたら、これはかつての私が作ったものなんだなという認識をすること。未来の自分なら、うまくいってる自分ならこの現実をどう捉えていくだろうか。本来の自分なら、本当の力を発揮できる自分なら何を選ぶだろうか。ここに意識を持っていくこと。ということで、今日一番覚えておいてほしいことはこれです。あなたは変われない人ではありません。ただ、古い前提に戻っていただけ。過去のどこかで身につけた慣れた反応、慣れた思考、慣れた自分のまま、
握っている前提をベースに現実を見ていただけなんです。ですから今日見てほしいのは自分の弱さではありません。性格ではない。努力が足りないということでもない。見ていくのは自分はどんな前提で現実を見ているのか。ここです。やっぱり私はダメだ。やっぱり私には力がない。やっぱり私は選ばれない。やっぱり私は変われない。この言葉が出てきたとき、そこで止まらないでください。それを現実にしないでください。そして気づいてください。ああ、今私は古い前提が出てきてるんだな。今過去の自分に戻ろうとしているんだな。そう気づいた瞬間から、あなたは選び直すことができます。自分を変える、人生を変えるとは、無理やり別人になることではありません。過去の前提にこれ以上自分を決めさせないこと、未来を作らせないこと、そして本来の自分を今一度選び直すこと。ここからです。あなたの人生が変わり始めるのは、あなたが本来の自分、本来の声で生きる道を選び始めるところから。本来の声、本来のあなたは古い前提をほどいたその先にあります。無意識の前提をほどき、本来の自分、本来の声、本来の力、本来の魅力を解放していく。そして声には今のあなたの状態がそのまま現れています。今のあなたの前提も迷いも不安も覚悟も本音も遠慮も我慢も魅力もすべて声に現れます。だからこそ声を知るとは自分を知ること。心地よい本来の声を出していくということは古い前提を脱ぎ捨てていくということ。実は声から前提を外していくことができます。ということで、ここで一つお知らせです。録音した声を解析して、そのエネルギーを診断する解析ツールを開発しました。ほんの30秒程度スマホで録音するだけで、あなたの声を解析し、エネルギーを診断します。声はただの音ではありません。声には今のあなたの状態が現れます。声はエネルギー、あなたそのもの。迷いがある時の声、自分を抑えている時の声、本音を飲み込んでいる時の声、自分を小さく見積もっている時の声、もちろん逆に腹が決まっている時の声、本来の力が出ている時の声、自分の人生をクリエイトしている時の声、これらすべてがあなたの声にエネルギーとして現れています。もう一度繰り返します。声を知るとは自分を知ること。今の自分の声を知るということは、今の自分の状態、今の自分の前提を知るということ。もし今日の話を聞いて、古い前提いっぱいあるなぁと思った方は、ぜひメルマガ公式 LINE の登録でこの音声解析ツール受け取ってください。あなたの声はあなたの人生の現在地、そして方向を教えてくれます。本来の自分の声を解放するということは、古い前提から自分を解放していくということ。声を通して古い前提を離していき、本来の力を解放していきましょう。ということで、もっと知りたいよという方は、チャンネル登録やいいねもお願いします。ということで、今日はここまでです。Your voice, your life。あなたの声があなたの人生を作っている。今日も心躍る人生を。ゆずきゆうきでした。ではでは、また。